こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。このチャンネルでは主に埼玉県内で魚釣りを楽しむ様子を動画にして YouTube で公開しています。ということで今回の動画はですね、このチャンネルで訪れた埼玉県さいたま市、そこの用水路で魚釣りをしている動画をいくつかまとめまして、それに合わせていろいろと喋りたいと思います。ここは荒川、河川敷沿いということになりますかね。昭和地区、水田地帯、そこを流れる用水路で釣りをする、いわゆる昭和の細ですね。ここはとても人気がある場所で、去年、秋2回行きました。ですが1回目10月の初め頃だったでしょうか。もう釣り人さんがすごくたくさんいましてね、多分30人ぐらい入られていたと思うんですね。もしかしたら釣り大会とかやってたのかもしれませんけど、それでちょっと人が多いなということで諦めたんですね。でこの動画では11月になってからまた行ってみたと、そういう感じなんですね。でやはり人がたくさんいるところっていうのは魚が多い、たくさん釣れる場所でもあるんですけれども、動画を撮影したりということになるとですね、あまりそばに人がいらっしゃらない方がいいので、ちょっと離れたところで釣りをしてみようということで竿を出しました。雰囲気はとても良かったんですけれども、最初ちょっと反応があったですが、しばらくいろいろ探ったんですが、なかなかそれ以降浮きが動かない。で目をつけたのがこの排水溝の落とし込みの場所なんですね。で排水時にこの底がですね、えぐられる、それで小深くなっていることが多いんですね。でどうもこの用水路、底の部分もですねコンクリートになってんじゃないかなと思うんですけれども、泥がやっぱり入り込んで堆積してるんですよ。っていうのがその前の年ですね、釣りに行った時にご自分がよく釣られるポイントのところをスコップで泥さらいされている釣り人さんがいらっしゃったんですね。だから今日釣り終わったけど、明日以降またそこで釣りをしたいからそこだけ掘っているみたいなことですかね。それを見まして、やっぱり泥堆積してんだなと。だから排水溝の落とし口なんかは小深くえぐれていることが多いですね。ということで狙いが当たりまして、1匹目守備よく釣れたのがかなり綺麗な船でしたね。で釣れたので魚がその辺にやっぱりいるのかなということで、同じ場所へ仕掛け投入です。また続けて釣れたと。魚影がですねすごく濃い場所などは一度釣れ出すとどんどん釣れるというかね、もう魚がわーっと集まってきて、仕掛けを投入してしばらくすればもうどんどん魚が集まってきて釣れるっていうこともあるんですけれども、この辺は釣り人さんがあまり入らないということはですね、餌なんかも釣り人さんがたくさん入られてるところは餌がたくさんあるので、やっぱり魚がそっちへ寄っていき気味になりますよね。ということでですね、魚影自体はそんなにすごく濃いということはなかったんですけれども、また釣れました。これもなかなか良さそうな肉厚な魚ですね。ということで、船ですね。だいたい10センチ近くあるような、船が釣れるとですね、こういう短い竿ではとても釣り味も楽しめて、面白い。で釣りをしていると釣り人さんから、お声掛けをいただいたと。この釣り人さんは釣りを終わって帰られるところで
自分と撮影さんを見つけてやってるねという感じでお声掛けくださいまして、いつも見てるよなんて、言っていただいた。で、川島町の用水路なんかまた見たいねというお話もいただいた。そういう、触れ合いというかね、そういうのも釣り場であると、またよしもっと面白い動画撮ろうとか、そういうモチベーションにつながったりもしますね。どうもありがとうございます。という感じでまた何か連れてきましたね。これも肉厚ですね。このフナの場合は当たりがあんまりわからないでかかってるってことが結構あるんですね。あれちょっとこれ何か魚食ってんのかなみたいな時にスッと竿を立てるとかかってたよと、そういうことが割とありますね。で、よく言ってますけど、逆に口細なんかはキュッと引っ張る。本日の釣果はこのぐらい釣れてますね。フナと口細、タモロコは出ませんでしたね。で、場所が変わります。昭和地区東側ですかね。土手がありまして、その土手の向こう側というかね、大久保浄水場というところがあります。その北側にも水田地帯があるんです。そこを流れる細い用水路、全体的に浅いその中で少しだけ深い場所がある。そこを探して釣りをすると。この場所も何回も訪れているんですけど、昨年行った時はですね、先客が何人かいらっしゃったんですね。それまではあまりいてもお一人が釣りをされてるぐらいで、入る余地、いろいろ探る余地もあったんですけれども、なんか3名か4名かの方が竿を出されていて、ちょっとこれは難しいかなというので諦めたんですね。こういったコンクリートの支柱の脇とかね、こういう角、際とかね、そういうところが一つ狙い目になりますね。で、そこへ仕掛けを投入して様子を見ると。で、何回か仕掛けを入れている間にじわーっと浮きが動き出してくる。もう動いてるかな、どうかな、これ魚かな、魚だなと思って合わせてもかからなかったと。でも魚がいることが分かったので、もうそこを狙っていく感じですね。かかったけれどもすぐに外れてしまった。このチャンネルでは割とよくあることですね。ですが魚がその辺いるんだろうということで、また同じ場所へ、やってます。よく探り釣りなんていうことがありまして、釣れるポイントを探ってどんどん移動していくと。でも自分はあまりそういう感じではなく、一箇所反応が出たら割とそこで粘ってしまう。次なかなか釣れなくてもつい粘ってしまうという、そういうことがありますね。釣れたのはタモロコです。小さいタモロコ、何回か言ってますが、ここはこういう小さい魚が主体ですね。で、これも浮きが動いてるような動いてないようなで、釣れたのはやはりそのようなあたりということで、フナですね。フナが釣れてるんです。なかなか見せないけれども、もう針が外れてるんでね、飛び出しそうなんでなかなか手を開けないという小さいフナが釣れました。こんな感じですね。やはりフナは他の魚とちょっと違って愛嬌があるような、気がします。人気の釣り物ですね。すぐ向こうの方には
こういった近代的な建物も見える。トラクターが通る、その向こう側でこういった細い用水路で釣りをしていると。で、自分でこうカメラを調整しながら動かしながら釣りをしているんで、動かしている間に急に当たりがあったりするとなかなか対処できなかったりしますね。なんとか釣れまして、この日の釣果はこのぐらいということですね。11月晩秋の頃の釣りですね。場所が変わりまして、ここはフェンスに囲まれた水路、先ほどご紹介しました昭和地区の東側にですね、グラウンドがあるんですね。そこの脇を流れている用水路です。で、フェンスが途切れても草がぼうぼうなので、ちょっと釣りが難しいのかなということで、反対側へ渡ることにしました。何ですかね、このコンクリートの棒、梁のようなところを渡って対岸へ来ましたということです。で、初めての釣り場で、もう時間も結構遅かったので、とりあえず釣りしてみよう、魚いるかなという、半信半疑というか、魚がいればいいなという感じで竿を出している。で、仕掛けは 1.8 メーターほどの浮き仕掛け。この浮きはこのチャンネル内ではたくさん使っているお気に入りの浮きですね。やってるうちに浮きに反応が出てきましたというところで、やっぱり魚いるじゃんかと、浮きが動いてますね。で、1頭ごとにもう浮きに反応が出る感じになってきたので、ここで釣れました。1匹目、これはクチボソですね。パッと見てこれはという感じだったんですが、クチボソって割と横のライン、黒いラインがはっきりしていたりとかすると分かりやすいんですけれども、これは正面から見ると口がちょっと四角っぽくなってるので、これクチボソだという感じで分かりましたね。黄色みがかったやつとかもいるんですけど、ここのは、もっとなんていうかナチュラルな魚の色という感じですかね。で、また続けて釣れる。魚が多い場所っていうのはそんなに待たなくてもですね、どんどん釣れてくる、どんどん浮きに反応があるんですね。向こうから撮影さんが来ましたと。で、撮影さんは最初の頃はですね、カメラの撮影をずっとしてくれていた、動画を撮影してくれていた。で、やはり真夏とか真冬はとても条件が厳しいんですね。立ったまま撮影を続けているというのがなかなか大変なので、お休みする時もある。自分の用事がある時もお休みする。ですが、ただ撮影するだけでなくですね、動画に対して、チャンネルに対していろいろなアイデアを出してくれたりして、いろいろ企画ですねしてくれたりして、そういったものがとても反映されているチャンネルなんです。実は釣りは自分がやってますけれども、そういった面で、どういうふうに見せるかという部分は随分撮影さんのアイデアなんですね。夕方来て短時間でクチボソがラッキーセブン、夕日をバックに、クチボソいいね。魚のシルエットがとても美しい。場所が変わりました。最後はさいたま市江川巡洋河川。水路といえば水路ですが、巡洋河川ということになってます。で、今回、ご紹介しています釣り場っていうのは全部近い距離にあるんですね。ですから、例えば昭和の放送面白そうだ、
釣り行ってみようと思って行って、でも入りたいポイントにたくさん人がいたら入れない。でもせっかく来たんだからどっかで釣りしたいよっていう場合も、他に例えばグラウンド脇の用水路でじゃあ釣ってみようかとか、大久保浄水場北側の、用水路で釣りをしてみようとか、またはこの江川で釣りをしてみようとか、いろいろこう展開できる。このチャンネルでですね、一番動画を出してた時は週に3回だったんですね。3回公開していた。それだけたくさん釣りに行かなければいけないわけだったんです。ですが、例えばここへ来れば、2箇所とか3箇所とか釣りをすることが可能なので、そういったことも考えてですね、スケジュールを組んでましたね。さいたま市で釣りをしたのは今回の4カ所と、あと別所沼公園ですから、こちら方面行くときはその辺を組み合わせてということで釣りをしていましたと。喋ってる間に何か良さそうな感じでかかってますね。食っていたパターン、浮きがあまり動かずに魚がかかっていたと。で、一応ですね、100円ショップで購入の網を持ってはいるんだけれども、準備をしていない、袋に入れたまんまだった。そういうような時は、このぐらいの魚は抜き上げちゃうと。仕掛けに負担がかかるので、網ですくった方がいいのかなとか、あとはパフォーマンスで見栄えがいいかなとか、いろいろ考えたりするんですけども、とても綺麗な船が釣れてよかった。また釣れてますね。これは小さいですね。何でしょうかね。で、この日はですね、周辺にとても釣り人さんが多かった。7人8人いらっしゃったようでした。で、タナゴを狙ってるんですね。タナゴが釣れるということで、皆さんタナゴ狙い。自分は別にタナゴにこだわりがない、何が釣れても楽しいということで、タナゴは釣れてません。釣果はクチボソ、フナ、クチボソでしたね、先ほどのは。このクチボソだけが釣れてももちろん面白いんです。でもこういうフナが釣れると楽しさが広がるんですね。ということで、今回は秋も深まった11月、さいたま市の水路での魚釣りの様子をまとめてご紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、いいね、どうぞよろしくお願いします。また次回の動画でもいろいろ喋りたいと思います。